みんな、ずんだもんなのだ。今日も元気いっぱいに世界のニュースをお届けするのだ。今日、ずんだもんが紹介する国は、常夏の楽園、タイなのだ。実はね、みんなが、バンコクって呼んでるタイの首都、あれ、本当の名前じゃないって知ってたのだ。実はニックネームで、本当の名前は世界一長いことでギネスブックにも載ってるらしいのだ。すごいのだ。今日は、そんなタイに関するニュースを全部で3つ紹介していくのだ。中でも特に注目なのが、1つ目のニュースなのだ。チャンタブリー、トラート国境再開をめぐる議論、政策と軍部の隔たりっていう記事なのだ。タイとカンボジアの間で、チャンタブリアとラートの国境を再開するかっていうお話なんだけど、日本の要請もあったりしていろいろと複雑なのだ。国の偉い人たちと軍の間で意見が大きく分かれてる状況だから、これはしっかり見ていかないとだね。この動画がいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録、ぜひぜひお願いするのだ。さあ、みんなで一緒に、タイの今を見ていくのだ。はい、かしこまりました。タイ王国の紹介文を作成するのだ。皆さん、微笑みの国、タイについてご紹介するのだ。東南アジアの中心に位置し、首都は活気あふれるバンコクなのだ。人口はおよそ7000万人で、立憲君主制の国として長い歴史を持つなのだ。仏教文化が深く根付き、美しい寺院や伝統的な祝祭が魅力なのだ。主要産業は観光業や自動車製造、そして世界中で愛されるタイ料理は外せないのだ。トムヤムクンやグリーンカレーなど豊かな香りが人々を引きつけるのだよ。近年は環境保護への取り組みやデジタル化による経済発展にも力を入れているのだ。持続可能な観光やスタートアップの増加にも注目なのだ。伝統と現代が融合した活気あふれる国、それがタイなのだ。一つ目のニュースなのだ。チャンタブリー、トラート国境再開をめぐる議論、政策と軍部の隔たりという記事なのだ。タイとカンボジアの間で、チャンタブリアとラートの国境を再開するかが大きな話題になってるのだ。日本の要請で、大事な物資の輸出入のために国境を再開しようって話になったのだ。国防省は国境を緊張度で分類してて、チャンタブリとトラートは一番緊張が低いゾーン3だから、ここから再開を進める方針を示してるのだ。だけど、この話が出るとネットで批判が殺到して、まだ何も承認されてないって釈明があったのだ。タイの軍隊は、政府の指示には従うけど、まずはより緊張が高い地域での地雷撤去や詐欺対策、軍事的な問題解決を優先すべきだって強く主張してるのだ。国境再開を焦らず、交渉材料にしたい考えもあるみたいなのだ。軍の司令官さんは、国境が開くとカンボジア経済にはプラスでも、タイの兵士さんや市民がカジノや詐欺の被害に遭うかもしれないって心配してるのだ。だから、経済的なメリットや外部からの要請を優先するか、タイの安全保障と未解決の問題を優先するかで、国の偉い人たちと軍の間で意見が大きく分かれてる状況なのだ。もっと慎重に考える必要があるのだ。二つ目のニュースなのだ。岐路か、決別か、UTN、重大な決断に直面、という記事なのだ。タイの、ユナイテッド、タイ、ネーションと、UTN、が、今後の進路を決める重要な時期を迎えているのだ。アヌティン氏の首相就任で政治情勢が変わり、UTN は2つの派閥に分かれてしまったのだ。党首のピラパン氏は、プア大統との関係を深めようとしていて、アヌティン首相への投票では棄権を望んだのだ。しかし、書記長のアカナート氏は、党を保守派に止めるため、アヌティン氏に投票する必要があると考えたのだ。この投票戦略の違いで、2人の間に摩擦が生じたのだ。もう一つの派閥を率いるスチャート氏は、アヌティン氏に賛成票を投じた後、党を離れる可能性も指摘されているのだ。これからの UTN は、プラユット前首相の支援がない中で、半年以内に迫る次の選挙に備えなければならないのだ。
ピラパン氏とアカナート氏が対立を乗り越え、党を一つにまとめられるかが鍵なのだ。党内の無駄をなくし、真の支持者たちを結集し、保守陣営で重要な役割を担えるか、彼らの手腕に注目が集まっているのだ。これは、党にとって新たなスタートを切るチャンスでもあるのだ。3つ目のニュースなのだ。ウムジャイタイの4つのロードマップ、経済回復、政治危機への対応という記事なのだ。タイでは、アヌティン・シャーンウィーラクーン氏が第32代首相に任命され、ウムジャイタイ党主導の新政府が発足したのだ。内閣の顔ぶれはほぼ固まり、アヌティン首相は内務大臣も兼任するのだ。特に経済部門では、財務大臣に財務省の元幹部、エネルギー大臣には PTT の元社長といった政党外の専門家が就任し、難題への対応が期待されているのだ。国防大臣はタマナット氏ではなく、専門性が重視される見込みなのだ。この新政府には、次の総選挙までの期間が限られているため、わずか4ヶ月で成果を出すことが求められているのだ。アヌティン首相は、そのための4つのロードマップを掲げているのだ。1つ目は、物価高対策や所得向上で経済を活性化させること。以前の、コン、ラ、クルンのような経済支援策も検討中なのだ。2つ目は、国境の安全保障を強化し、周辺国との平和的な関係を築くこと。3つ目は、災害対策システムを整備し、自然災害への対応力を高めること。そして4つ目は、薬物や人身売買、詐欺などの犯罪を徹底的に取り締まることなのだ。これらの課題に短期間でしっかり取り組めれば、ブムジャイ大統は最近苦戦しているクア大統に代わる保守勢力として、次の選挙で大きな優位に立つことができると期待されているのだ。これは政治的な大きな転機になるかもしれないのだ。微笑みの国、タイの魅力に加え、国境再開や政治の再編、新政府の経済回復への挑戦など、様々なニュースを届けたのだ。伝統と現代が融合し、日々ダイナミックに変化するタイ。複雑な課題に立ち向かいながら、より良い未来を目指すタイから、これからも目が離せないのだ。みんなも応援するのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。